皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast なふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。入っていただくと、こういうエピソードを1日早く聞くことができます。また、もう一つ上のプランに入っていただくと、週に1回特別なエピソードが聞けます。で、あと私発音コースもやっています。サブスクリプションのコースです。そっちは英語で教えるコースなんですけど、毎月発音チャレンジというのをやっています。で、それに毎月参加してくれる人の声をね、毎月聞いてるんですけど、5、6ヶ月では変わらないことが多いんですが、本当に1年とかもっと続けてる人のはもう明らかに良くなっています。なので、発音良くしたいと思う人はぜひチェックしてみてください。ですね、ちょうど4月から、料金を変えようと思っています。今入ってくれている人や3月中に入ってくれた人の料金は変わらないので、よかったら早めに、入ってみてください。で、今日のテーマは、日本の卒業式です。今日は3月2日なんですが、3月1日、昨日、高校生の息子の卒業式に行ってきました。なので、今日はその息子の卒業式を例にして、日本の卒業式がどんなものなのかということをお話ししたいと思います。こんな感じなんだなっていうのがわかると思うので、ぜひ最後まで聞いてください。で、あとぜひ自分の経験した卒業式とはこういうところが違うとかいうところあったら、ぜひコメントで教えてください。最初にですね、何をしたかっていう流れを言いまして、その後、具体的に何をしたか。で、その式の後、卒業式の後、教室に移動したんですね。なんで、そこで何をしたかという話をしたいと思います。そう。では最初に卒業式で何をしたかです。今画面に、卒業証書授与式という式次第が出ています。式次第、次第って書いてありますが、ですね、次第というのは順番のことです。その式で何をするかの順番を書いたものを次第と言います。でよく式次第というふうに言います。なんで例えば、式次第の紙をもらったのように言います。で、この次第っていう言葉なんですけど、これはこういうしっかりした式典、こういうものに対して次第って使います。例えば、音楽のコンサート行くとか、演劇とかでは次第って書かないですね。卒業式、入学式、結婚式は次第って書いてあるかもしれないですね。そういう時に使います。で、卒業式って言うんですけど、卒業証書授与式です。だから卒業証書をもらう式ということです。授与は授けて与えるって書くので、卒業証書をあげる式っていうことですね。で、参加する生徒はもらう式ではあるんですけど、式の名前自体は授与式なんで、与える式ですね。で、これを普通は、卒業式と言います。じゃあ最初に、何をするかをざっと読みます。で、言葉の意味は、一つ一つすぐ後で説明します。ではまず1、開式の言葉。2、国歌斉唱。3、卒業証書授与。4、皆勤賞授与。5、校長式辞。6、来賓祝辞。7、来賓紹介。8、祝電披露。9、掃除。10、冬至。11、蛍の光斉唱。12、校歌斉唱。さっきは国歌でしたが、今回は校歌です。で、13、閉式の言葉。そして最後に卒業生保護者代表謝辞
というのがありました。で、どうでしたか？知らない言葉がたくさん出てきましたか？ですね、あんまり使わない言葉も、こういう式以外では使わないような言葉も出てきたので、そういうのも説明しますね。で、最初に1番、開式の言葉です。で、これはですね、これから、第何々回、第何回、卒業証書授与式を始めます。っていう、本当に一文しか言いません。で、なんですけど、これのために、起立って立つことですね。で、礼。そして、着席。というのがあります。だから、司会の人がいます。司会っていうのは、次は何ですっていう人ですね。で、開式の言葉って一文しかないから、司会の人が言えばいいじゃんって、ちょっと思っちゃうところもあるんですけど、一応ちゃんと立って、開式の言葉を聞いて、座るっていう風になっていました。で、今、起立って言ったんですけど、この時、生徒しか立たない時は、起立って言うんですけど、親に対しては、保護者の皆様、もお立ちくださいっていう風に丁寧な言葉遣いになっていました。で、その次、また改めて立って、国歌を歌う時間がありました。これは、日本の国歌が君が代なので、それですね。で、その後に、いよいよ、卒業証書授与式、卒業式の大事な部分、卒業証書授与がありました。で、卒業証書って何かなんですけど、卒業を証明する紙です。で、結構厚い紙で、しっかりした紙に、筆で書いたような文字で書いてあります。で、実際名前の部分と、あと生年月日の部分は手書きで誰かが書いてるんですよね。誰が書いてるのかな？で、内容なんですけど、一番最初に、縦書きだったとしたら、一番右に、卒業証書って書いてあって、名前があります。そして、平成何年、何月何日生まれ。で、右のものは、とか、右のものっていうのは、右に名前があるんで、右のものは。または、あなたは、本校普通科の課程を、修了したことを、証します。とか、本校普通科の課程を、卒業したことを証します。証明しますみたいなことですね。が書いてあります。そして、卒業式の日付と、その高校の名前、そして校長先生の名前が書いてあります。で、それをもらうんですけど、担任の先生がクラスごとに全員の名前を言います。息子の学校の場合、6クラスあって、1クラスだいたい40人です。で40人の名前を、その担任の先生がいるんですけど、が、言います。で、名前の順で言います。で、名前の順っていうのは、あいうえお順ということです。で、私の時代は男の子の名前を言ってから女の子でした。でももう結構前から、男女が一緒になってます。男女平等の観点から一緒になって、とにかくあいうえおの早い順が名前の順ということです。で、例えばですね、青木さんっていう人がいたとしたら、青木さんとか結構前ですよね。あいうえおで、あとおだから。例えば、青木さんと、田中さんがいたとします。そうすると、あが、青木さんのあは田中さんのたより早いから、青木さんが先ですね。で、青木さんと青木さんが2人いた場合、青木、かなたくん、青木りなちゃんがいたとします。そうすると、青木の後のかなたのかとりなのりだったらかの方が早いので、青木かなたくんが先に呼ばれる。これがあいうえお順、です。でも名前の順っていうともうこのあいうえお順のことなんですよね。そのあいうえお順で名前が呼ばれます。それでですね、パターンが2つあって、学校によっては全員が、舞台の上に行って校長先生から1人ずつもらう
パターンと、みんなの名前は呼ぶけれど、代表者が一人校長先生のところに行ってもらうパターンがあります。で、全員が取りに行くとやっぱ結構時間かかるんですね。先生がまず名前呼びます。何々何々さん。そうすると、その呼ばれた子は、はいって言って立ちます。で、その後で、舞台の上にこう上がっていくわけですね。で、校長先生が、大体おめでとうって言いながら渡してくれるんです。まず、左手、右手。そして、ちょっと一歩下がって、ちょっと上げて、1、2、3ってして、それを、左かな持って降りる。みたいな、動きが決まってます。で、その動きは、その卒業式の前に練習させられます。その先生の前での礼もそうなんですけど、起立で着席っていう時も、起立って言われたら、パッて立つじゃないですか。で、礼って言ったら、こういう卒業式の時では、1、2、3って教わります。だからちゃんとみんなが揃うまで練習させられたりします。1、2、3。なので、ちょっとだけ、ちょっと軍隊っぽいです。そういうところは。すごく動きとかもピシッてして行って降りてくるっていうのが、こう、キュッキュッって感じで、きちんと動くので、動けって言われるので、ちょっと軍隊っぽい感じの式になります。で、一人一人行くと、時間はかかるんですけど、割と、こう、なんというか流れ作業みたいな感じになります。つまり、速さとしては、例えば、何々何々さん、はい。何々何々さん、はい。ぐらいな感じで呼ばれるんですね。で、呼ばれた子から立って、どんどん舞台に行くので、降りてくるまで待たないので、どん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 行くから、ものすごく時間がかかるわけではないんですけど、結構かかります。なので、なのか、今回は代表者が一人もらう形でした。ただ全員の名前を呼ぶのはありました。で、名前はね、多分絶対呼ぶと思います。卒業式は。で、そのクラスごとに全員呼ばれ、はいって言って立って、以上何組何名。で、座って、みたいな感じで6組まで名前が呼ばれて、そして代表者。多分1組のあいうえお順の一番最初の子だと思うんですけど、その子が代表者として舞台の上に行って、校長先生からもらっていました。卒業証書。はい。だから最初、これ全員かな、長いなと思っていたら、全員じゃなかったです。で、その次に、皆勤賞授与というのがありました。皆勤賞ってなんだかわかりますか？皆勤賞っていうのは、皆勤賞以外で皆勤という言葉を使わない気がするんですけど、皆勤賞っていうのは、一日も休みなく出席したものです。出席したことに対して賞をくれるのが皆勤賞です。だから皆勤賞をもらう子は3年間、高校3年間、1日も休まずに学校に来た子です。で、私、皆勤賞って、2、3人ぐらいかなと思ってたんです。だって1日も休まず来るってすごいじゃないですか。そしたら何人いたと思いますか？全部で240人ぐらいいる学年です。なんと39人もいたんですね。ほぼ一クラス分の子たちが皆勤賞だったんです。もうほんとびっくりしました。みんなそんな真面目に学校来てたんだと思って、うちの子は皆勤賞じゃなかったです。結構休んでました。だからね、ほんとすごいなって思いました。ちなみに、高校3年生のうちの子の場合は2月からは自由登校になっていました。自由登校っていうのは学校に行っても行かなくてもいいということです。ちょうど2月は受験もたくさんあるので、みんないろんな場所に受験しに行くんですね。もっと早くに決まっちゃってる子たちもいます。で、そういう子は、行かないですけど、2月、3月忙しいから、
自由登校ってのがあって、その時はもちろん行かなくても皆勤賞はもらえます。それまで行っていれば。で、皆勤賞の方も名前呼ばれて、その場で立って、で、代表者の子が、また校長先生から賞状をもらっていました。で、次、その後で、今度、校長先生の式辞がありました。校長式辞と言います。式辞の辞という字、この後で、掃除とか、当時とか出てくるんですけど、この字は辞書の字なんですけど、言葉という意味があります。なので、校長先生からの卒業式の言葉、これは高校3年生に向けた、言葉です。これから頑張ってくださいっていう内容のことを5分から10分ぐらいで話します。で、そういう時って大体校長先生とかって大体こういうスーツのポケット、このスーツの上着の中にこういう紙を入れてるんですね。で、その紙を見ながら読む先生がほとんどなんです。で、ただその紙が、例えばこういう、なんだろう、ちょっとこれは画面を見てもらわないとわからないんですけど、普通に折ってある紙じゃなくて、こういう卒業式とか入学式で話す人が持ってくる紙って、こんな感じの折り方になってます。で、それをポケットというか、内ポケットから出して、上着のポケットから出して、こういう感じで読みます。そう、でも読まれると結構集中できないんですよね。ただ読んでるなっていうのが分かっちゃうと、なんかあんまりちょっと集中できなかったりします。で、次がですね、その後に来賓の祝辞というものがありました。来賓っていうのはこういう式で使うんですけど、お客さんという意味です。正式に招待したお客様ですね。まあ、それ以外で使わないですね。うちに来賓を呼んだって言わないですね。すごく正式な場に呼ぶお客様が来賓です。で、祝辞っていうのはお祝いの言葉です。で、これはですね、二人いて、PTA 会長の人と、PTA 会長っていうのは、P がペアレント、ペアレント、P が親ですね。で、T がティーチャーだから先生。で、A はアソシエーションかなんかですよね。だから、保護者の会のことです。保護者と先生で作る会のことで、会長は、3年生の親です。なので、3年生の親が1人話しました。それともう1人は、同窓会の会長の人が話をしました。同窓会って聞くと、もしかしたら皆さんは、それは例えば昔のクラスで集まる会じゃないのって思うかもしれません。同窓会に2つ意味があって、1つはそういう同じクラスとか同じ学年とかで集まる会のこと。で、もう1つは卒業生の集まりのことです。卒業生の団体そのもののことを同窓会と言います。なんで、ある高校を卒業すれば、その学校の同窓生であり、同窓会に入ることになります。ただ、ここちょっと微妙で、同窓会に入るには大体お金を払うんですよね。だからお金を払わないと同窓会に入れない気もするんですけど、卒業生は少なくとも同窓生です。で、その同窓会の会長の人が話をしました。で、その次が来賓紹介で、2人以外にも来賓の人が8人ぐらい来てました。で、あと、どんな人だったかというと、県会議員の人がいましたね。県議会議員。それから、前の校長先生もいました。あと、教育関連の、どなたかが来てました。まあ、そんな感じの人たちがいました。で、その人たちの名前を言って、その人たちが立ち上がって、おめでとうございますって一言だけ言っていました。その場で。で、
それから8番は祝電披露です。祝電っていうのは、お祝いの電報のことです。私実は電報って打ったことがないので、よく知らないんですけど、皆さんは電報打ったことありますか？よくこういう卒業式とかには、例えば中学校の校長先生とかが、祝電を送ってくれます。小学校の入学式とかは、保育園の、園長先生が祝電を送ってくれます。そういう感じで、お祝いの電報ですね。で、披露っていうのは、紹介するって意味です。で、これはでも一つも読まなかったです。で、壁に、その体育館でやるんですけど、卒業式って。体育館の壁に貼ってあるので見てくださいっていうふうに言っていました。そう、言い忘れました。そうなんです。卒業式は体育館でやります。で、どの学校も体育館に舞台があるんですね。ちょっと高くなっているところ。で、そこに、演台っていうかそういうのを置いて、やります。で、下に、パイプ椅子って言って折りたためる椅子を、置いて、そこに生徒たち、だいたい3年生が一番真ん中で、あと2年生、1年生がいて、あと保護者がいるっていう感じでやります。そうそう。で、どんな感じかっていうのを、メンバーシップの方でちょっとお見せしますね。モザイクかけて。で、そう、入場っていうのがありました。それ言い忘れちゃった。開式の言葉より前に卒業生が入場してきます。他の人たちは全員もう体育館で待っていて、そこに3年生が、担任の先生が一番最初いて、その後ろにそのクラスの子たちが来て入ってくるっていうのがあります。そう。で、その祝電の次が、掃除というのがありました。掃除は送る言葉です。卒業する人を卒業生と言いますが、それが3年生で、2年生、1年生のことを在校生って言います。まだ学校にいる生徒のことですね。在校生。で、掃除は在校生代表が卒業生に送る言葉です。なので、普通は高校2年生の子がやります。多分思うんですけど、次の生徒会長の子がやるんじゃないかなと思います。なので、先輩方へみたいな内容でした。で、その次には今度、答える言葉ですね。答辞っていうのをやります。これは、高校3年生の生徒会長だった子ですね。がやります。で、この答辞の子が、もう、最初から泣きながら話してたんですね。思わずもらい泣きをしてしまいました。もらい泣きってわーって泣いたわけじゃないんですけど、ちょっとうるっときました。もらい泣きっていうのは、誰かが泣いていて、それにつられてこっちも泣いてしまうこと。それをもらい泣きって言います。で、そう、この当時の内容は本当に1年生の時こんなことをしました。2年生の時こんなことをしましたっていう思い出を彼が語っていったんですね。で、3年生代表として喋っているので、自分がどうだったっていうよりは、全体としてこうでしたって言ってたんですけど、十分、個人的な思いを感じて、すごくね、感動しました。で、あと、例えば、感動したのは多分私が息子を見てて、息子も、例えば修学旅行を楽しみにしてたなとか、で、修学旅行の後、インフルエンザが蔓延し、学年閉鎖になったのもいい思い出ですとかってその子が言ったんですね。で、うちの子も本当に、修学旅行の最後の日に先生から電話がかかってきて、息子さんが熱がありますって。で、とりあえず帰るから、そのことだけご了承しておいてくださいみたいな電話だったんですね。で、もちろん息子もインフルエンザでした。そう、だから、あの時、帰ってきてインフルエンザだったなとか、そういう、こっちもね、いろいろ思い出して、つい、もらい泣きをしてしまう感じでした。とても良かったです。で、逆に掃除の方は、そんなに
個人的な思いが何もなかったんですね。で、それは、後輩から先輩へっていう内容だったからだと思います。やっぱりそんなに日本の高校って先輩と後輩のつながりってそんなないんですよ。部活に入ると、あるんですけど、上下関係が厳しかったりして、多分そんなにそこまで先輩に対する思い入れってあるのかなないのかな、だからかなって感じでした。あんまりない感じの掃除だったんですね。こんなこと言うと失礼ですけど、ある意味ありきたりな内容でした。ありきたりっていうのは本当によくある内容ってことですね。それを悪く言うとありきたりな内容ってなります。で、当時の方は自分の思い出を言ったので、その部分はすごく良かったです。でも後輩へのメッセージ、頑張ってくださいみたいな部分はやっぱりなんかすごくありきたりな感じに急になって、なりました。そうだから、やっぱり息子の話聞いてても、クラスの子の話はいっぱい出てきたけど、後輩の話ってほぼ一回も聞いたことないんですね。だからそういう学年が違うとそこまで親しくならないっていうのを感じました。で、当時の後は、蛍の光の斉唱です。斉唱っていうのはみんなで一斉に歌うことです。で、ただですね、これは、保護者は歌わなかったです。生徒だけが歌いました。で、ただ私最初に、蛍の光を歌うんだって見たとき、スーパーの終わりの曲だよねって思ったんですね。というのも、多くのお店で、お店が終わるときに音楽を流します。もうお店が終わるから帰ってくださいっていうのを音楽で表現するんですね。で、その時にこの蛍の光はすごく多いんです。これどんな曲かっていうと、タンタンタタンタンタンタタン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 。私あんまり歌うまくないので、はい。っていう曲です。スコットランド民謡ですね。で、これがもうすっかり定着してるんですけど、日本語で定着してます。で、だから、ちょっとスーパーが終わる気分にならないかなって思ったら、ならなかったです。もう本当に素晴らしかった。なんかみんな歌上手でしたね。なんか聞いててやっぱつい涙が出てくるような感じでよかったです。はい。そう。で、ここでは蛍の光だったんですけど、卒業式の歌っていうのがいろいろあるんです。学校によって多分違うし、その学年によっていろんな歌を歌ったりします。で、実は去年、その卒業式の歌、泣ける歌を聴きましょうみたいなタイトルで一本出してます。そこでは実際に卒業式でよく歌われる歌を出してるので、ぜひ聴いてください。いい曲がね、いっぱいあります。ぜひ聴いてもらいたいです。リンク貼っておきますね。はい。で、その後、校歌斉唱がありました。これも生徒が歌いました。校歌っていうのは学校の校に歌と書きます。で、皆さんの生まれ育ったところはどうですか？学校に校歌は必ずありますか？日本の場合、ほぼ 100% 校歌があります。それぞれの学校の歌っていうのがあるんですね。で、だいたい3番ぐらいまであって、だいたいその地域のことが中に入ってきます。だいたい使われる言葉がどこも一緒なんです。使われる言葉は、勉学に励むとか、友と仲良くとか、友と共に励むとか、そんな感じの言葉がよく使われるんですけど、それと一緒に出てくるのが、その地域を表すような、川の名前だったり、山の名前だったりです。で、今回、その高校の校歌を聞いてたら、アルペンっていう言葉とブドウが出てきたんですね。
で、アルペンってアルプスですね。で、ここ山梨はその南アルプスがあるんです。で、アルペンはアルプスのドイツ語で言った言葉ですね。で、あとブドウはもうここブドウで有名なんです。ブドウから作るワインでもう日本一だし、あと、そのシャインマスカットっていう高級ブドウ。あれも山梨が一番有名です。あ、違う地域でも作ってるから一番とか言っちゃあれですけど、とても有名なんですね。で、そういうのがちゃんと効果に入ってるわけです。で、その後、併式の言葉がありました。で、併式の言葉も本当に、これで第何回、卒業証書授与式を、併式いたしますだったかな、終わりますだったかな、もうその一文しかありませんでした。で、それが終わった後に、だから一回会が、卒業式が終わった後に、卒業生保護者代表謝辞っていうのがありました。そう。だから終わったんですけど、実際はみんな帰らないで、閉式の言葉が終わって座って、すぐに、保護者代表の挨拶があったわけです。謝辞っていうのはお礼の言葉です。この謝辞の中で、これ PTA の副会長の人が話してたんですけど、私たち親も、この何々高校を卒業しますと。今日で卒業しますって言ったんですね。で、それを聞いて、あ、そっか、私もう二度とこの学校に来ることないんだって思ったんです。まあ、二度とはわかんないですけどね、また何かのタイミングで来るかもしれないですけど、基本的にもうこの高校に来ることないんだなって、その人の言葉で初めて気づいて、急に感慨深くなりました。ああ、そっかって。すごい寂しいとか言うわけでもないんですけど、まあでもちょっと寂しいですかね。今までは当たり前のようにめんどくさくても学校に行く用事があったわけです。授業参観、授業を見に行くとか、三者懇談、先生と息子と私ので話するとか、なんだかんだあったわけです。でもそういうのがもうなくなるんだなと思って、終わったなってちょっと思いました。で、その後で、教室に行きました。で、教室で何をしたかっていうと、教室ではさっき卒業証書は代表者の子だけがもらったので、教室では担任の先生が一人一人の名前を呼んで卒業証書を渡してくれました。あ、で、その場に親も行って、見てました。で、あとその後で、生徒が一人一人みんな、自分の思いみたいのをみんなに言ったんですね。みんなにっていうか、同じクラスメートに対して、みんな、これ、今までどうもありがとうとか、こういうことがありましたが、こうでした、みたいな話をしました。これ結構面白かったです。面白いっていうか、ごめんなさい、笑っちゃうとか、そういう面白さじゃなくて、とても興味深いというか、興味深いっていうのおかしいな。とても、良かったです。みんながどんなことを考えてたのかとか、そういうのも分かりましたし、もうすごい泣いている子もいれば、そうじゃない子もいたり、いろいろでした。で、息子も、笑いを取ったりして、なかなかしっかりしてるなって思いました。そう、本当にいい式で、その息子の成長も感じられ、で、息子が、クラスで、本当に仲良く楽しくやれてたんだなっていうのを感じました。とてもね、良かったです。そう、いい式だったなと思いながら帰ってきました。で、実は娘の時私、卒業式に行ってないんですね。というのも、娘は卒業式の日に、娘の高校の卒業式の日に、娘は受験だったんです。なので、卒業式に出れなかったんですね。で、同じ大学を受けた子がもう一人いて、で、先生方がその二人、娘とその子のために二人だけの卒業式を後でやってくれました。すごくね、ありがたかったです。ただ、今回、その息子の卒業式に出て、
思ったのが、娘も卒業式出れたらどんだけ良かっただろうなって思いました。実は娘の学校では、ですね、体育系の部活で活躍した子と、文化系の部活で活躍した子、一人ずつ選んで表彰したんです。多分いい成績残した子だと思います。で、娘はその文化系の部活の、素晴らしい成績を収めた子に選ばれてたんですね。だから、ああいうみんなのいる前で娘が表彰されてたのかなって想像したんです。そしたら、どんだけ私ね、誇らしく感じたろうなって。で、娘はね、どんだけ嬉しかったろうなって思ったら、その機会がなくなっちゃってたのかと思うと、今更、とても残念でした。3年後に、残念だったなって思いました。まあ、でもいいです。来年、娘が大学を卒業するので、それは絶対に行きたいなと思いました。メンバーシップの方では、モザイクをかけつつ、もう少し具体的なものを見せたいと思いますので、よかったらぜひ、見てみてください。で、あと、そうだ、一つ、お知らせがございます。皆さん、日本のお祭りに興味はありますか？私はすごいあるんですけど、今度ですね、7月に日本のお祭りを深く楽しめるプログラムがあるので、その紹介をします。ですね、場所は、広島県の福山市。福山市は広島の2番目に大きい都市です。で、そこにスサノオ神社っていう神社があります。スサノオっていうのは、スサノオノミコトっていう日本の神話に出てくるとても重要な人物がいます。で、その人は、腕っぷしが強い、喧嘩が強い人です。人というか神です。神様です。で、そのスサノオ神社は、そのスサノオノミコトを祀っている神社なんですけど、そこで祇園祭りっていうのが毎年7月にあります。祇園祭りといえば京都の祇園祭りが有名ですが、京都の祇園祭りとかそういう祇園祭りって言われるものは、もともとその福山のスサノオ神社で始まったものだと言われています。なので、その、スサノオ神社のお祭りを楽しめるプログラムっていうのが、7月にあって、これはホームステイではなくて、ホテルステイのプログラムです。で、6日間か10日間のどちらかから選べます。だからホームステイだと人の家に行くのはちょっと嫌だな、気を使うなっていう人には今度はぴったりだと思います。で、どんなことができるかというと、例えば、和太鼓の練習。和太鼓って日本の太鼓ですね、叩くやつ。和太鼓ってこう叩きながら、なんかこういう動き、かっこいい動きとかしたりするんですけど、多分そういうのも練習できます。で、あと、日本のお祭りってこう何か小さい神社みたいのを担いでるのを見たことありますか？担ぐって肩に乗っけることです。で、そういうのをおみこしって言うんですけど、そういうおみこしを担ぐ体験ができます。で、スサノオ神社の、祇園祭りは、そのおみこし同士をぶつけ合う喧嘩みこしっていうのが有名なんです。で、それは危険なのでもちろんできないんですけど、見に行けます。そのプログラムでは見に行きます。で、あと、もちろんその地元の人との交流できる時間もあるし、10日間の方は、地元の人と一緒に料理を作るとか、そういう体験もできます。いろんな体験ができるんで、よかったら、リンクから、チェックしてみてください。で、私のクーポンコード FUMI ふみですね、を使ってもらえると、参加費から1万円オフになります。チェックしてみてください。私がよくホームステイプログラムを紹介したりしてるんですけど、ここではあんまりしてないですけど、そのホームステイプログラムをやっているアキさんっていう人が今回のお祭りも企画してるんです。で、私その6月のホームステイプログラムの方に行くので、そう、7月も本当は行けたらよかったんですけど、6月の方に行きます。で、今その6月のホームステイのプログラムもあと1人だけ空きがあるんですね。なんでもし、私とそこで
会いたいという人がいたらぜひ申し込んでみてください。そう、お祭りの方も、最大4人ですね。だから手厚いサポートが受けられます。そう、それ以上だとサポートができなくなっちゃうから4人ということです。では以上です。じゃあ最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアイ・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パク・キヨクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、ビー・ビーガン・メイク・ピースさん、チャールトン・ローさん、グアントゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグガスさん、カンチョさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウプレティさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、ハヌル・バラギさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、ミャ・ミン・カンクさん、イン・ヨインさん、ミズ・リンさん、チョウ・インチューさん、ミンジさん、リュウ・レナさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。入っていない皆さんもよかったらぜひご検討ください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。では皆さん、良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。